こんにちは。PMAX 純正品チップを製造しております。錦部製作所の錦部光義です。本日はパワー設定の基礎知識、これを知ると優しい超音波スケーリングができる後編ということでお話しさせていただきます。錦部製作所の動画は、あなたのスケーリングは気持ちいいねと患者さんに言われるようになるためにあります。あなたもきっとそうなります。ではまずは錦部製作所ってという方のために5秒自己紹介にお付き合いください。はい、では本題に入っていきたいと思います。今回はですね、前編と違って、ちょっと細かいことを、言うようになるかと思います。もしかしたらですね、ちょっと時間の限られた中での、治療だったりしますので、そこまではできないよとかですね、逆に、そのことやってるよとかっていう委員さんもあると思います。で、実際にですね、私の知ってる委員さんでも、これから話すことをすでに導入されている委員さんもありますので、どちらにしてもですね、今日話すことをですね、ちょっと頭の片隅に置いといていただけると、優しい治療ができるんじゃないかなと思います。では、ポイントの方に入っていきたいと思います。前提と言ってもいいかもしれませんけども、やはり弱ければ弱いほどいいんですよね。で、例えば P モードなんかがある超音波スケーラーですと、P モードの1がやはり一番弱くなります。で、P モードの1でやってればですね、ほぼ痛いという患者さんもいないと思います。ただ、もちろん P モードの1だけでは、治療はやっていけませんので、例えば P モードの5でやってたとしてですね、今日はちょっとよく取れるとか、これ P モードの4でもいいなという時にですね、ちょっとパッと下げてもらうとですね、この一つ下げるだけでも、痛みというのは和らぎますので、こういったことをちょっと弱ければ弱いほどいいんだっていうのを、ちょっと頭の片隅に入れといていただければなと思います。はい、ポイントの2個目です。超音波チップを変えたらパワー設定を確認しようということです。患者さんが変わったりとかですね、スケーリングの途中でちょっとチップを変えたりということもあると思うんですけども、そういう場合には必ず、パワー設定を確認しましょう。チップが変わればですね、パワー設定が変わる場合も多いと思います。で、例えば特にですね、円状のスケーリングをしてて、次に塩化のデブライトメントをするとかっていう時はですね、太いチップから細いチップに行く場合が多いと思うんですね。で、太いチップというのは、パワーが強めに推奨されていることが多いです。で、細いチップというのはですね、やはりパワーを弱めに設定されていることが多いので、そのままでいくとですね、パワーが強すぎて、患者さんが痛がったりとかですね、場合によってはですね、チップが折れてしまうこともありますので、こういうチップを交換した時というのはですね、必ずパワー設定を確認しましょう。ポイントの3つ目ということで、新品時には推奨パワーの再着からということなんですけども、例えば、スケーリングをしてて、H3 という製品を使ってたとします。で、ちょっと取れないなということで、同じ H3 に変えたとします。で、これはですね、チップは、どのチップでも摩耗していくんですけども、摩耗していくとですね、やはり、仕上げの取れなどが悪くなっていきます。で、そうするとですね、徐々にパワーを上げていっているわけですね。で、交換する時期っていうのはですね、かなり新品時よりはパワーが上がってると思います。ですので、そのまま新品の時に同じパワーでやってしまうと強すぎるということなんですね。なので、必ず箱なんかにですね、推奨パワーが P のいくつからいくつと書いてありますので、その最弱から始めます。で、その最弱の方にパワーを下げるようにしましょう。歯石なんかがガッとついててですね、そうするとやっぱりパワーを上げてったりして取れないかなっていうことになると思うんですけども、これはなかなか判断が難しいと思うんですが、できればですね、例えば丸い先端が先端形が丸いチップなんかを使ってる片石的には向いてなくて、パワーを上げても取りづらかったりするんですね。そういう場合は、エッジのついている超音波チップとかですね、そういったものに変えてパワーを上げるんではなく、超音波チップを変えることで、またパワーを下げて取れることもありますので、そういうふうに取りづらい時には、超音波チップを変えるというのも一つの手段だと思います。はい、今日の最後です。マイ超音波チップの勧めということなんですけども、
やはり超音波チップはですね、先ほど申し上げましたように、どこのメーカーのものでもですね、摩耗していきます。で、その摩耗具合もですね、バラバラなんですよね。ですので、たくさんの超音波チップをいっぺんにこうポッと滅菌してしまうとですね、どれがどの状態だったかっていうのが分からなくなってしまうと思うんです。で、そうするとですね、つけた時に、このチップは今、適切なパワーいくつだったのかとかっていうのが分からなくなってしまうと思うんですよね。で、マイ超音波チップにしとけばですね、このチップは今は P の3ねとか、こっちのチップは P の5ねっていうのが分かると思います。そうするとですね、すぐに、そのパワーにできたりして、時間短縮にもなると思います。ですので、できれば、マイ超音波チップとして管理していただければなと思っております。はい。今日は、たくさんポイントをお話しましたけども、やはり中にはちょっとそれは難しいねよ、できないよっていう部分もあると思いますが、できる範囲でですね、試していただければなと思います。今日も少しでもお役に立てれば幸いです。このように、超音波チップのことであったりですね、超音波スケーラーの使い方であったり、シャープに関しても今後もお話ししていきたいと思います。よろしければ、チャンネル登録、いいねなどを押していただけると励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。